皆さんこんにちは、ひよりです。日本語ひよりでは日常の意味のあること、ないことを親しみやすい日本語で話します。文字起こしのテキストは概要欄からチェックしてください。はい、皆さん今日もお元気でしょうか？私は元気です。今日は2025年1月20日の月曜日です。もう2025年3週間近くが終わりましたね。早いですね。1月ももうすぐ終わろうとしてますが、新しい1年始まった。今、皆さんいかがお過ごしでしょうか？さあ、この週末ですね、この前の週末、1月18日、19日、土曜日、日曜日と、かなり緊張するイベントがありました。まあ私はもう全く関係がないんですが、大学受験。そう、受験のテストがこの18、19とありました。なので今高校3年生のね、大学受験を控えた皆さん、すごく緊張して、ちょっと今日はほっと一息ついたのかな。はい。そんな日かなと思います。今日は日本の大学受験の、仕組みで簡単にね、はい、お話をしたいと思います。大学受験というと大学に入るためのテストですね。学校によって入試の仕組みっていうのも違うんですよ。特に日本は公立大学と、私立大学という大きく分けると2つに分かれるんですが、国公立はパブリックの大学ですね。私立は、プライベートの大学ですね。はい。プライベートの私立大学は、大学独自の入試システムを作ってるので、本当に学校とか入りたい学部によって入試のシステムが違います。国公立はだいたい同じだったんじゃないかなと思うんですが、はい。それが、まず、さっき言った18、19日、1月のだいたい3週目あたりにある共通テストというものを受けます。私が高校生の時はセンター試験っていう名前だったんですが、今は共通テストという名前です。共通テストっていうのは、大学入試共通なので、みんな、受験生みんなが同じテストを受けるというテストですね。基本的にはマーク式ってわかります？テスト問題読んで選択肢があって、1234の中から正しいものを選んで、それを1って書くんじゃなくて、その1の丸いところにぐるぐるぐるっと鉛筆で塗る。あれマーク式ですね。マーク式のテストです。7教科あって、今はね、国語、地理歴史、公民、数学、理科、外国語で、今年から新しく情報というのが始まったそうです。はい、情報って今時だなと思って、プログラミングとかそういった知識も問われるらしいですね。はい。こういったなんというのかな、基礎となるような教科をみんなが共通として、はい、受験します。で、その結果、テストの点数で、どこの大学を受験するかっていうのを考えていくんですね。というのも、国公立大学はこの共通テストの点数と、で、国公立大学の試験、二次試験、二つ目の試験ですね。その合算、合計で合否を決めます。合否って言うと合格か不合格か決めます。なので、共通テストでいいスコアが取れれば、
ランクが高い大学に合格できる可能性が高くなるので、そういったところを受験する。で、残念ながら共通テストでうまくいかなかったという場合は、自分が受けたかったランクよりちょっと下げて、はい、自分が持ってる点数でも合格できそうなところに受験する大学を変えるっていうことも必要になります。なので受験自体は大きく分けると2回あるんですね。共通テストと、そして各大学のテスト、その合計で合格か不合格か決まります。私立は最初に言った通り、私立独自のシステムがあって、共通テストの点数を使う大学もあれば、もう共通テストの点数は無視して私立独自の、その学校独自の試験で合否を決めるっていうところもあったり、面接があったりとか、小論文のテストがあったりとか、仕組みが少し、仕組みが学校によって違います。受験の時期はだいたいこの1月から2月、3月ギリギリまであるかな。だいたい1月2月が、受験の一番ピークの時期です。なぜかというと、日本の大学は4月スタートですからね。その4月の入学前に受験があります。私も高校生の頃、私はあんまり真剣に大学受験に取り組めなかった人で、共通テスト、私の時はセンター試験のスコアがそれほど良くなかったので、行きたかった国公立大学はちょっと諦めて、私立大学の受験に切り替えて、で私立大学の試験に向けてまた勉強をし直して、一般試験を受けて合格したっていう、流れなんですが、やっぱりストレスが大きかったですね。いやー、なんと言うんでしょうね。先が見えないというか、この勉強方法で合ってるのかとか、なんで私はこんなに成績が悪いのとか、なんでこんなに覚えられないのとか、自分のダメなところに集中しちゃう時期でした。もっとこれできるようになったとか、これも覚えられた、高校点数上がったとか、なんとかもっとポジティブに取り組めばよかったんですけど、周りもすっごくピリピリしてるし、私は全然みんなと同じように頑張れないしっていう、うつうつした気持ちだったのを覚えています。ピリピリしてるとは言っても、周りの友達と競争してるっていう感じではなかったので、周りの子も同じ状況ですから、一緒に頑張ろうって言って、友達とね、学校終わりに一緒に勉強したりとか、先生に質問しに行って教えてもらったりとかね、してました。日本もね、受験というのは特にランクが高い大学は、厳しい競争がありますけど、どうなんでしょうか。中国とか韓国の方が受験戦争っていうぐらい、熱い、ピリピリした競争、激しい環境なんじゃないかなと思いますが、皆さんの経験はいかがでしょうか。皆さんの国では大学受験、どんな仕組みがありますか？そしてもし皆さん大学に通ってるなら、通ったことがあるなら、どんな受験の経験がありましたか？どんな気持ちでしたか？ぜひコメントで教えてください。では今日も聞いてくれてありがとうございました。今日も皆さんにとって日本語日和になりますように。またねー。